こんにちは、ずんこです。オカルトレジリエンスチャンネルを始めます。今回ご紹介するスレッドはこちらです。みんなの心霊体験談を教えて。こう聞いて何か思い当たる出来事ありますか？私もいくつかはあるんですけど、長くなるのでいつか機会があればお話ししたいですね。それでは始めましょうね。10代の頃、先輩の運転する車で、地元でも有名なハイホテルに行ったんだよ。北海道の支笏湖ね。後で聞いた話では、数人の霊能者も、中に入るのは危険だって言ってたんだって。そんなことも知らずに中に入ったんだ。メンバーは先輩と俺、女の子2人の4人。2階に上がったら、瓦礫が山積みなのに、防火扉が突然閉まった。パニックになりながら、なんとか脱出したんだけど、本当の恐怖はこれからだった。毎日誰かの視線を感じるんだ。先輩は俺の家に来て、一人でいるのが怖いっていう。それから毎日俺の家に来ていた。そんなこんなで、10日後に先輩の運転する車で遊びに行った。その日は朝から雨が降っていて、俺の地元でも避難命令が出ていた。先輩は何を思ったのか突然スピード上げた。カーブに差し掛かるんだけど、曲がりきれなくて立ち木に激突した。3本目の立ち木で止まったんだけど、横に乗っていた俺は、車の中で動けなかった。レスキューが来て車を切断して、なんとか救出された。俺は両足骨折、骨盤骨折、肋骨骨折、鎖骨骨折、頭部損傷の重体。4ヶ月寝たきりになった。俺の家族は死んだと思ったらしく、病院に来たのは翌日のこと。その後、謎の視線はなくなった。拙い長文失礼した。運転してた先輩はどうなったんですか？先輩は無傷です。次の日に、地元のお祭りにいたとのこと。俺の友達全員に追いかけ回されたって。で、昨年自殺した。心霊体験なのかわからないのですが、この間、色々あって、山梨県の富士の樹海のそばをバスで通ったんです。その時に、樹海の中に変な生き物見かけたのですが、かなり気持ち悪い見た目でした。見れるかな？こんな感じの見た目でした。背中に女の人乗せてました。大きさはかなり大きかったです。この生き物の後ろの木が透けていたので、透明の生き物だと思います。が良くなくてごめんなさい。夢に出てきそうで草。マジで怖いですよね、わら。私、めちゃくちゃ山梨県と相性悪くて、過去に樹海に立ち入った際に、親子の霊連れて帰ってきて、大変な思いしたり、最古のそばで寝泊まりした際に、戦時中の日本兵の夢見たりしてます。この2つの話すると、少し長くなるので割愛しますが、とにかく、今回見たこの変な生き物は何だったんだろう。友人は、死神じゃないと言っていましたが、がっつり目があったわけではなく、本当に一瞬の出来事だったので、この生き物が仮に死神だったら、もし私が見えていることに気づいたら、即死案件やん、と思いながらなんとか生きております。ただ、帰ってきてから両足怪我して、ただいま血だらけです。わら。じゃあ、病院に入院してた時の話を。消灯後、金縛りに会うことはよくあったんだけど、自分の病室の前まで、男の子が来ることがよくあった。もちろん、うちの病棟に子供はいない。そして、廊下のある場所から、いつも黒い人影が、すっと現れて近づいてきて、ある時部屋の中まで入ってきて、私に覆いかぶさりながら消えていった。いつも同じ場所から出てくるので、そこに何かあるのかと思い看護師さんに聞いたら、この真下に霊安室があるよ、と言われました。怖かったけど、多分自爆霊とか悪霊じゃなくて、ただ亡くなられた人の霊だと思うので、特に何もせずスルーしてました。子供は切ないですね。っていうか、病院の夜とか独特な雰囲気だから、よくスルーできたな。無邪気な男の子だったから、可愛かったです。別の階に小児病棟があったから、そこで亡くなった子なのかも。最初は怖くて飛び起きて、明かりのついている談話室に逃げたりしてたけど、特に嫌なことされてたわけでもないし、お兄さんから、そういうのは、怖がったり反応するともっと寄ってくるから。はいはい、バイバイ。
くらいの感じでスルーした方がいいよ。って教えてもらってたので、そうしてました。わら。見えるし聞こえるって、すごいと思いますよ。私はどっちかというと、音は聞こえるけど見たことはないんで。いや、自分はたまたまそういう体験しただけで、霊感とかはないよ。それより、同級生の子がめちゃくちゃ見えるらしくて、お寺の跡取りの男性とも結婚の約束するくらい、そっち関係に詳しくて、色々アドバイスはしてもらいました。でもその婚約者の男性、やばい案件扱ったせいで死んでしまって、友達は長いことすごく落ち込んでた。霊関係で死んじゃうこともあるんだって、初めて知って私もかなりショックでした。すごい不謹慎かもですけど、そのヤバい案件って、興味津々になってしまう。だけどやっぱり知ってる人というか、近しい人の知って衝撃ですよね。私もすごく気になったけど、友達は本当にショック受けてたから、深くは聞けなかったけど、その婚約者の方は、除霊も日常的にやってたんだけど、その、ヤバいやつの除霊もしたけど、怨念が強すぎて、完全に除霊できなくて、逆に取り憑かれて、不自然に事故って亡くなってしまったらしい。そのこともあって、友達にも危険が及ぶと困るからって、婚約者のお父さんが、もうお寺に来ない方がいいって言われたんだって。俺の親父はパチンカスで、俺と姉ちゃんの、学資保険を解約してまでのめり込み、家庭崩壊。俺が中1で、姉ちゃんが中3の時離婚した。まあありがちな話だが、不良になった。高校は頭悪いから、工業高校。バイトしながらその金でボクシングジム通ってたから、喧嘩は負けなしだった。20歳くらいの頃、ちゃんと仕事をしてはいたが、麻雀にはまる。そこで2校への本職と仲良くなる。兄貴分として色々世話してくれた。一緒に色々しているうちに、自分も杯を受けようかと思い始めた頃、兄貴分が色々あって、警察に捕まる。兄貴分は、ちょうど女が妊娠してるし、組み抜ける。お前も杯は受けるな、絶対後悔するぞ。お前と会えて楽しかった、ありがとう。もう会うことはないだろうが、達者でな。と言って、それ以来会っていない。その兄貴分の背中に、愛染明王の彫り物があった。その人は、親が覚醒剤中毒で、窓に目張りして、家に光が入らないようにして、真っ暗な中で包丁を持って何かに怯えていて、家から出してもらえず、小学校にも行けなかったらしい。自称ギリギリ小卒。ただ、絵が上手かった。背中の彫り物見せてと頼むと、人にさらすものじゃないと言って見せてくれず、代わりにと、愛染明王の絵を、何も見ずに描き始めた。上手かった、別に練習したわけではないが、上手いと言うなら彫り師になりたいなぁ、とか言ってた。俺も墨入れたい。と言うと、めちゃくちゃ怒られた。シャレで入れるものじゃない、杯受けてからにしろって。それから、悪い人たちと自然と会わなくなり、麻雀も、直後に嫁と出会ってからやらなくなった。嫁とは5人子供ができて、仲良くやってる。5人目が生まれて、5人目を見た瞬間、愛染明王の絵がフラッシュバックした。気になって、愛染明王ってそもそもなんだ？明王と言ったら不動明王じゃね？って調べてみた。すると、ご利益が家庭円満、子だくさん、悪縁を断ち、良縁を結ぶ、など、怖いくらい俺、ご利益もらってた。しかも、煩悩の果てに悟りに導く明王様で、俺や兄貴分のような、不遇の人生を送る人を助ける明王様らしい。別に宗教とか興味ないけど、そういう不思議なことが世の中あるものです。以前住んでたとこにいた時、もう40年くらい前の話。保育園に入る前まで住んでたので、3、4歳だった。俺は外のうるさい騒音で目が覚めた。音のする方には窓があり、カーテンを開けると、数十人の行列が、目の前を行進している。よく見ると、全員が提灯や旗、なんかボンボンのついた棒などを手に持ち、踊ってるような、飛び跳ねてるような、祭りの賑やかな列に見える。何これ楽しそう。と俺は、パジャマのまま玄関を飛び出した。だけど外は、いつもの静かな団地の前。真夜中なので薄暗く、明かりのついてる部屋も少ない。あれと立ちほうけてる俺の背後から、父母の声が聞こえる。何してるんだと。今見たことを話すが、こんな真冬に祭りなんかない。それも夜中だぞ、と。俺は夢でも見たのかと悩んだが、起きてから見たのになぁ、と今でも不思議な記憶。
子供たちと、本当にあった呪いのビデオ見てた時のこと。隣で視線を感じたから、ふっと目を移したら、隣に、セミロングくらいの髪の毛の、ものすごく暗い雰囲気の女性がいた。なぜか驚くとか恐怖はなく、ああ、初めて見たけど、案外普通の人間だね。と言ったら、ふっと消えてしまった。わら。なんか幽霊って、心霊番組とかの幽霊のが怖いよ。雰囲気あるしさ。怖くなく、オチもない話ですが、不動産業をしているものです。ある日、埼玉県所沢市の方で売却物件の依頼を受け、調査と査定に行きました。築40年近く経過している住宅で、空き家になってました。その空き家は、住宅街と川の間に位置しているせいか、何やらジメジメした暗い印象を受けました。家の中に入ると、湿気のせいか、カビ臭く、畳も黒ずんでいます。照明も切れていて暗く、嫌だなぁ、怖いなぁと思い、すぐ用を済ませて、外に出ました。しばらく歩いてみても、なんだか、ジメジメした嫌な感覚はなくなりません。そう感じつつ、駅へ向かってる最中、お墓が見える路地に入りました。路地に入った途端、視界全体が、緑色のスクリーンがかかったように、世界が変色しました。私は突然の出来事で驚き、立ち止まって辺りを見回すと、20メートル先に、女性一人がこちらを見ていました。さらに、その5メートル先には、うつむいた男性一人が立っていました。これはまずい、と本能的に感じ、念仏を唱えながら、頭をブンブンと横に振ったら、いつもの色の世界に戻れました。特に私は霊感がないと思っていたのですが、心霊体験なのか、なんだかよくわからない体験をしました。あれは何だったんだろうなぁ。ずいぶん前の話だけど、ゲームのぷよぷよをしていた時に、金縛りになった。呼吸もできなかったので、これは死ぬと思い、力ずくで無理やり動いて、自力で解いたんだ。その後、話しかけられたことがすごい。すごいね殺す気だったのに。6人がかりでも殺せなかった人とか、初めて見たよ。こういう人間も、稀におるのじゃ。こんな会話が1時間ほど続いて、やっぱ今は死ぬのは無理だから、帰ってほしいとお断りしたら、帰ってくれた。でも金縛りって、疲れとかが原因だと偉い人が言っていたから、ゲームで疲れていたのかもしれないし、でも、首と手足にはすごい跡がついていたから、なんとも言えないけどね。ここ数年、毎年8月15日頃、車で九段あたりを通ってると、軍服を着た、旧日本兵の集団の霊を見るんだよな。自分以外にも、知り合いが何人か目撃してる。共通してるのは、徴兵される年齢ではない。高齢な姿で現れてること。霊も年を取るんでしょうか？何か天変地異の警告とかでしょうか？祖母の墓参りを済ませて、父と妹と家に帰る道中、おばあさんに話しかけられた。どっち？どっち？どっち？と言ってて。迷ったのかな？道がわからなくて困ってるんだな。って思い、父を見ると、すごく怖い顔で、どっちも悪い、連れてくな、連れてくなって、おばあさんに大声で怒鳴っててびっくりした。祖母だったらしい。じわじわ来る怖さだな。起点の利く親父さんだ。連れて行かれなくて本当に良かったな。いかがでしたか？体験談ってお話がうまくまとまってなかったり、状況説明が長かったりしますが、そこがリアルというか、良いところというか、私はすごく心地よく感じるんですよね。なので大好きです。今回の動画はここまでとします。次回の動画でまたお会いしましょう。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。